皆さんこんにちは。卓球の深々り世界へようこそ。ケンジです。こんにちは。アシスタントのみさきです。今日もワクワクするようなギアの深掘り楽しみにしています。今回は視聴者の皆様と一緒に卓球用具の最大の謎に迫りたいと思います。というのも視聴者様コメントに対してさらに調べてみましたシリーズのなんと第69弾。いつも素晴らしい疑問を投げかけてくださる視聴者の皆様、本当にありがとうございます。第69弾、すごい歴史ですね。で、今回のテーマは何なんですか？今回のテーマはズバリレジャー用卓球ラケット性能分析です。温泉施設や家庭用のレクリエーション、あるいはホームセンターの玩具コーナーなんかでよく見かけるラバーが最初から貼られていて2本セットでボールもついて1000円台みたいなラケット、あれって実際のところ競技用と何が違うの？という疑問です。確かに何が違うのって聞かれたらなんとなく弾みやスピンが違うんじゃないとは答えるけど、具体的に材料工学的、物理的、さらには公式ルール的にどう違うのかちゃんと言葉で説明できる人って意外と少ないですよね。そうなんですよ。メーカーのパンフレットやベテランプレイヤーの感覚論ではなく、今回は材料工学的分析、物理的運動特性、公式ルールとの適合性、さらにはスポーツ学習科学の観点まで取り入れた包括的な分析レポートをもとに、その恐るべき真実を明らかにしていきます。スポーツ学習科学まで、ただの安物だからダメっていう話じゃなくて、もっと深いメカニズムが隠されているんですね。これはかなり聞き応えがありそうです。ただ否定するのではなく、なぜその構造になっているのか、どのような用途ならメリットがあるのか、といった意思決定の基準までわかりやすく、テンポよくお話ししていきます。それでは早速、まずは全体の概要から見ていきましょう。まずは、この包括的分析レポートが導き出したエグゼクティブサマリー、つまり全体の要約をケンジさんから教えてもらえますか？はい。今回の分析で得られた重大な発見は大きく分けて4つあります。まず1つ目は、玩具系レジャー用ラケットとバタフライなどの卓球専門メーカーが作る張り上がりラケット、競技用エントリーモデルは、見た目は似ていても設計思想から構成材料まで完全に別物であるという点です。同じ最初からラバーが貼ってあるラケットでも、桜井貿易や川瀬といったレジャー系メーカーのものとバタフライやニッタクといった専門メーカーのものでは全然違うんですか？全く違います。これが今回の発見の核心ですね。そして2つ目は、物理的なスピン生成能力の違いです。今回のレポートではスピン生成の物理数式を用いて検証していますが、レジャー用ラケットは動摩擦係数が極端に低く、かつ衝撃吸収層であるスポンジが欠落しているため、現代卓球の生命線であるドライブ、全身回転をかけることが物理的に不可能であることが判明しました。物理的に不可能、それは衝撃的ですね。でも回転をかけようとしても滑っちゃうのはそのせいなんですね。その通りです。3つ目は公式ルール、競技規格への不適合性です。日本卓球協会 JTTA や国際卓球連盟 ITTF の厳格な要件、特に有名な JTTTAA の刻印やラバーの公認要件を満たしていないため、公式試合のラケット検査で 100% 不合格になります。つまりどんなに練習して上手くなってもそのレジャー用ラケットでは公式大会の舞台にすら立てないってことですね。そういうことです。そして最後の4つ目が、これが一番怖いのですが、スポーツ学習科学の観点から見た悪影響です。レジャー用ラケットを続けて使い続けると、脳や体が回転がかからない機材に適応してしまい、不自然なフォーム、代償運動をマッスルメモリーとして小脳に定着させてしまいます。その結果、後から競技用にステップアップした時に、フォームの修正に膨大なキャリブレーションコスト、つまり時間と努力が無駄になってしまうんです。良かれと思って安いラケットで練習を始めると、知らず知らずのうちに上達を阻害する変な癖が体に染み込んでしまうんですね。これは詳細をしっかり学んでいかないと。まさにそこがポイントです。この後、それぞれの発見について具体的なデータやソース元を挙げながら詳しく解説していきますよ。それではいよいよ各論に入っていきましょう。パート3は市場背景とメーカーによる設計思想の違いですね。はい。まず一般的にレジャー用卓球ラケットとして広く流通している製品、特にラバーが最初から貼り付けられた状態で2本組セットになっていたり、ボールや簡易ネットがセットになっている製品、これらを手掛けているのはどういう会社だと思いますか？スポーツ用品店というよりはおもちゃ屋さんとかホームセンター、ディスカウントストアに並んでいるイメージがあります。その感覚、大正解です。代表的なのが桜井貿易という会社で、ブランド名としてはカルフレックスやエンジョイファミリーを展開しています。
また、川瀬という会社もカイザーというブランド名で簡易的な卓球セットを非常にリーズナブルな価格で提供しています。彼らは卓球専門メーカーではなく、一般スポーツ用品や玩具、レジャー用品を海外から輸入販売している会社なんです。なるほど。だから温泉施設やキャンプ場、家庭用のアウトドアなんかで広く親しまれる製品として作られているわけですね。その通り、非常に安価で手軽にみんなで遊ぶための製品パッケージとしてはとても完成度が高い。しかし一方で、タマスブランド名バタフライ、日本卓球ブランド名ニタック、ヤサカといった卓球専門メーカーも実は張り上がりラケットと呼ばれるあらかじめラバーが貼られた状態で販売されている完成品を提供しています。あ、聞いたことあります。初心者の部活生とかが最初に買うような3000円前後のラケットですよね。それです。ただ、ここが非常に重要なのですが、桜井貿易や川瀬が手掛ける玩具主体のレジャー用ラケットと、バタフライなどの専門メーカーが手掛ける張り上がりラケットは、見た目は同じ完成品であっても、設計思想と製品仕様の観点から、明確に、そして残酷なまでに区別されているんです。どういう風に区別されているんですか？専門メーカーの張り上がり品は、あくまで部活動導入層や競技初心者が、将来的に本格的な競技用単品ラケット、板とラバーを別々に買って水溶性接着剤で貼るものにスムーズに移行できるように、競技ルールと運動の基礎を考慮して設計されています。一方、玩具系のレジャー用は、ラリーをただつなぐだけの遊戯を前提にしているため、競技用としての基本性能は設計段階から省略されているんです。このスタート地点が後々大きな性能差を生むんですね。専門メーカーの張り上がり品と玩具系レジャーラケットの設計思想の違い、とても興味深いです。ここでメーカー自身の見解はどうなっているのか気になります。よくぞ聞いてくれました。卓球界の最大手、タマス、バタフライの公式サイトにあるサポート情報を見ると、非常に興味深い公式見解が示されています。どんなことが書かれているんですか？バタフライのサポート情報の Q&A において、ラバー張りラケット各種の違いは何ですかという問いに対して、公式には、詳細な性能差は設定していませんと明記されているんです。詳細な性能差は設定していないって、バタフライのラバー張りラケットでも高いやつと安いやつがありますよね。そうなんです。バタフライのラインナップにも価格帯の異なるいくつかの張り上がり品が存在しますが、公式見解によると、価格が高くなるほどグリップの装飾やデザインを緻密に施すことで差別化を図っていると説明されています。ということは、性能自体はどれも基本的には同じで、見た目のかっこよさや高級感で値段が変わっているということですか？そうなんです。これは非常に誠実かつ衝撃的なディスクローズ、情報開示ですよね。つまり、いくら張り上がりラケットの価格帯を数千円の中で上げたとしても、それはグリップの見た目やブランドロゴのプレミアム感であって、競技用単品ラケットのようなゴムの配合比率やスポンジの密度、ミリ単位での打球感の調整といった高度なテクノロジーは適用されていないという実態を示唆しているわけです。なるほど。張り上がりという枠組みの中では、専門メーカーの製品であっても、グリップのデザインによる差別化が主であり、プロが使うようなミリ単位のラバー性能調整は行われていない。でも、それでもなお、玩具系のレジャー用ラケットとは、合述する素材やルールの適合性において、決定的な一線が課されているんですね。まさにその通りです。バタフライの公式情報が示すこの真実は、張り上がりの限界と、それでも守られている最低限の競技品質のバランスを示していて、非常に面白いポイントだと言えますね。では、パート5として、それぞれのラケットの具体的な構造の違いと価格帯を表に沿って徹底比較していきましょう。はい。手元にある分析レポートの比較表に基づいて、4つのカテゴリーに分けて整理してみましょう。1、玩具系レジャー用ラケット。例は、川瀬のカイザー KW016 など。実売価格1000円から1500円程度。なんと、ラケット2本、簡易ボール、収納ケースが全部セット。ブレード構成は、単層または安価なベニヤ板などの簡易合板、コルクなどを混用。ラバーは、スポンジ層がなく、発泡ラバーや EVA シート、極薄のゴムシート。接着は、強力な産業用接着剤で半永久的に固定されており、剥離不可。2、一般レジャー用ラケット。例は、桜井貿易のカルフレックス CTR2903 など。実売価格は1500円から2000円程度。ラケット2本、ボール付きセット。ブレード構成は、厚み 5mm から 6mm 程度の一般的な合板。ラバーは裏ソフトラバーですが、極薄のスポンジ仕様。接着は、こちらも剥がして交換することは不可能な強固な接着。3、専門メーカー製張り上がり。例は、バタフライのステイヤー1500など。実売価格は3000円から4000円程度。ラケット1本のみ。
ブレード構成は高精度合板5枚合板ベース。ラバーは国際卓球連盟 ITTF 公認の裏ソフトラバーと専用の衝撃吸収スポンジ。接着は原則としてラバーを剥がしての再利用や交換は非推奨。4、競技用単品ラケット、ブレードとラバーを別々に購入するプロ仕様。実売価格は1万円から3万円以上ラケット1本あたり。ブレード構成は高品質な厳選木材、ヒナ、リンバ、コトなど、プラスカーボンなどの特殊素材。ラバーはテンション系、粘着系など各種超高性能ラバーを好みで選択。接着は水溶性接着剤を使用し、いつでも容易に剥離し、新品への交換が可能。ひえー。こうして並べてみると、同じ卓球ラケットという名前でも、中身は完全におもちゃから超精密な精密機械までグラデーションがあるのがよくわかりますね。そうでしょう。特に玩具系レジャー用ラケットの2本組プラスボールプラスケースで1000円台という驚き的な安さは、裏を返せば競技用ラケットならブレード1枚を切り出すための素材調達費用にすら満たないということです。この価格差がどのような材料工学的な違いを生んでいるのか、次のパートでさらに詳しく見ていきましょう。パート6はブレード、つまりラケットの木材部分の材料構成と品質についての深掘りですね。はい。まず、非専門メーカーが提供している玩具系のレジャー用ラケット、例えば、川瀬が販売しているカイザー KW016 という製品。これ、スペックを見ると、パッケージ全体で約 400g、ラケット単体でも約 150g 前後の重さがあります。ラケット単体で 150g って重いんですか？実は、競技用のブレード単体の重量は一般的に 80g から 90g 程度。ラバーを両面に貼った状態でも 170g から 190g 程度に収まります。つまり、ラバーがほとんどスポンジのないペラペラな状態であるにもかかわらず、板単体だけで 150g 近くあるというのは、材料が非常に重くて密度が不均一な木材、あるいは接着剤の使いすぎであることを示しています。なるほど。重いだけじゃなくて、板の質自体も全然違うんですよね。その通りです。沢級スポーツのメディア記事100均ラケット、レジャーラケットの構造的性能的限界でも指摘されているように、レジャー用に使用されるのは一般的なベニヤ板、安価な合板に近いものです。競技用で多用されるアユース、リンバ、ヒノキ、コトといった弾力性や音響特性に富んだ厳選された木材とは程遠い品質です。ベニヤ板。それだと何が問題になるんですか？大きな問題として乾燥工程の簡略化と湿気による変形があります。ホームメイトのお役立ち情報、卓球の道具、ラケットによれば、卓球用の良質なブレードは徹底的な温度湿度管理の下で木材をじっくり乾燥させ、木目が均一になるように成形されます。しかし、安価なレジャー用は乾燥処理が非常に甘いため、日本のような多湿な環境で長期間放置されると、湿気を吸ってブレード自体が反ってしまったり、最悪の場合は合板の層と層が剥がれる相関剥離を起こしてしまうんです。板が反っちゃったらボールがどこに飛んでいくかわからなくなりますね。まさにボールをまっすぐ当てることすら難しくなる。それに乾燥が甘い木材は打球時のエネルギーを内部で吸収・減衰させてしまうため、ボールが全然弾まなくなってしまいます。材料工学的に見ても、レジャー用ブレードはただの平らな木の板であり、ボールを飛ばすための高弾性デバイスではないんです。木材だけでもそんなに違うんですね。では、卓球の象徴でもある赤いラバー、黒いラバーの部分はどうなんでしょう？ここがラケットの性能を決定づける上で最も致命的な技術的欠落が存在するポイントです。日本卓球日卓の製品解説資料用具を知ってステップアップしようラバー編によると、競技用ラバーの革新は実は表面のゴムだけではなく、その下にある高品質なスポンジ層にあるとされています。スポンジですか？はい。競技用では通常 1.5mm から 2.2mm 程度の気泡が精密にコントロールされたスポンジ層が使われます。ボールが当たった瞬間、このスポンジがぐっと一度深く沈み込み、その変形したスポンジが元に戻る弾性復元力によってボールを力強く弾き出します。同時に接触時間を長くすることで回転をかけるための食い込みを生み出しているんです。なるほど。あのスポンジは単なるクッションではなく、エネルギーを蓄えて解き放つスプリングのような役割をしているんですね。その通り。しかし1000円台の2本組レジャー用セットに使われているゴム面を見てみるとどうなっているか。レポートによると、スポンジ層が完全に省略されているか、あるいはあっても 0.5mm に満たないような干渉機能を持たない低密度発泡ラバー、あるいは EVA シートなどで代替されているんです。スポンジがない。もしくはあってもおまけ程度です。そのため、ボールが当たった時の物理現象として、インパルス力、衝突時の瞬間的な荷重がスポンジで吸収されることなく、ラケットの板本体にダイレクトに伝わってしまいます。
これではゴム本来の弾性エネルギー保存機能が全く働かないため、ボールが当たってもペチッという貧相な手応えとともにポトンと落ちるだけになってしまうんです。スプリングがないベッドの上でジャンプしようとしても全然跳ねないのと同じですね。ゴムシートの表面だけで何とかしようとしても物理的な限界がある。実に見事な例えです。その限界がどのような物理現象として現れるのか、次のパートでスピンの力学を用いて徹底的に解き明かしていきましょう。パート8はいよいよ物理学的なアプローチですね。ドライブなどの回転、スピンがどうやって生まれるのか、数式を使って教えてもらえるとのことですが、ちょっと緊張します。大丈夫、シンプルに説明しますから安心してください。卓球の科学的分析を専門に行っている卓球の物理学 .com というサイトによると、卓球におけるドライブ全身回転は直径 40mm、重さ 2.7g の非常に軽量なボールに対して、インパクトの瞬間にラバー表面の摩擦力と弾性復元力を作用させ、毎分5000回転 5000rpm を超える猛烈な回転トルクを与える技術です。毎分5000回転って車のエンジン並みじゃないですか。あの小さなピンポン玉がそんなスピードで回っているなんて信じられない。そう、ものすごい高回転なんです。このスピン生成量トルクタウを決定する物理的な基本式は次のように表されます。タウイコール F×R イコールミュー ×N×R。ここでタウはボールに与えられる回転トルク、F はボールとラバーの間に働く摩擦力、ミューはラバー表面の同摩擦係数、N は打球時にラバーがボールから受ける垂直抗力、押し付ける力、R はボールの半径、40mm ボールなので 20mm、つまり 0.02 メートルです。なるほど。要するに、ラバーの滑りにくさ、ミューと、どれだけボールがラバーに強く食い込んでいるか、N を掛け算したものが、回転の強さ、タウになるわけですね。素晴らしい、その通りです。競技用のラバーは、ゴムの分子構造や表面加工技術によって、この同摩擦係数ミューが極めて高くなるように設計されています。指で触るとキュッと引っかかるような強い抵抗感が出るのはためです。さらに先ほど説明したスポンジの潰れ、食い込みが発生することで、ボールとラバーの接触面積が劇的に拡大し、実質的な垂直抗力 N と変形弾性力を最大限に増幅させることができるんです。だからプロのドライブはあんなに信じられない軌道で急激に沈むんですね。しかしレジャー用ラケットだとこの数式の要素がどう変化してしまうんでしょうか。それが次のパートのテーマです。この数式がレジャー用ラケットにおいていかに崩壊しているか、その実態を見ていきましょう。それでは先ほどのスピンの公式がレジャー用ラケットでどうなってしまうのか解説をお願いします。はい。サバ級スポーツの100均ラケット、レジャーラケットの構造的性能的限界でも語られているように、非専門ブランドのレジャー用ラケットに使われているラバーは、ゴム自体の品質が競技用とは根本的に異なります。ゴムの純度が低く、空気中の酸素や紫外線によって非常に酸化、過疎化、プラスチック化しやすい性質を持っています。酸化しやすいということは、すぐに劣化してしまうということですか？そうです。驚くべきことにパッケージから開けたばかりの購入直後であっても、ラバー表面の同摩擦係数ミューが極めて低い状態なんです。指でレジャー用ラバーの表面を滑らせてみると、ツルツルあるいはサラサラとした滑りが発生します。あ、確かに体育館の倉庫に眠っているレジャー用ラケットって黒板みたいにツルツルで全く引っかかりがないですよね。まさにそれです。同摩擦係数ミューがゼロに近いため、いくら体を大きく使ってドライブやカットの動作、ボールを擦るスイングをしても、ボールがラバー表面でスリップ、滑りを起こしてしまいます。さらに先ほどパート7で述べたように、スポンジ層がないため、ボールがラバーに深く食い込むことができません。これにより接触面積が増えず、垂直抗力 N や弾性復元力も増幅されません。ということは、数式のミューも極小で、食い込みによるサポートもないから、掛け算した結果の回転トルクタウもほとんどゼロになっちゃう。その通り、競技用と比較して発生する回転数は数分の1、あるいはそれ以下に制限されます。その結果、現代卓球の生命線であるドライブによる放物線の描画、マグヌス効果が物理的に不可能になります。マグヌス効果とは、回転する球体の周りに空気の流れの差が生まれ、下向きの揚力が発生して、ボールがコートに急激に沈み込む現象ですが、回転がかからないレジャー用ラケットではこの効果が働かないため、少し強く打つとボールがそのまま直線的に飛んで台の外へオーバーしてしまうんです。ドライブがかからないと強く打った時にコートに収まらないんですね。では、ラケットの弾み、反発力そのものはどう評価されているんでしょう。ラケットの弾み、物理学的に言えば反発係数 E はボールがどれだけ効率よくエネルギーを維持して飛び出すかを決定する重要な要素です。競技用ラケットでは高弾性ラバーやテンション技術、
さらには高品質な木材合板または特殊素材のカーボンなどの相乗効果によって軽いスイングでもボールを高速かつ深くまで飛ばす驚異的なエネルギー伝達効率を誇ります。それに比べてレジャー用ラケットはやっぱり全然弾まないんですか？はい、材料構成が安価なベニヤ板とスポンジのないゴムですから、打球時のエネルギーがラケット内部の摩擦や振動、熱エネルギーとして大きく損失・減衰してしまいます。ため反発係数 E は非常に低いです。しかしここが面白いところなのですが、この弾まない性質には実はレジャー用途ならではの光、つまりメリットもあるんです。弾まないことにメリットがあるんですか？そうなんです。沢球スポーツの卓球ラケットセットおすすめ12選などでも紹介されていますが、国際規格の正規卓球台全長 2.74 メートルにおいて、まだ力加減が未熟な初心者がただピンポンとしてコート内でボールを当てて返すだけのラリーを楽しむ場合、ラケットが弾みすぎるとちょっと当てただけでボールが暴発してオーバーミスになってしまいますよね。確かに。もし超高性能なカーボンラケットを初心者に渡したら、当てるだけでボールが天井まで飛んでいっちゃいそう。まさにそれです。レジャー用ラケットのエネルギー損失が大きく全然弾まないという物理的限界は、裏を返せばどんなに力任せに振ってもボールが勝手に減衰してコート内に収まってくれるという初心者向けの疑似的なコントロール性の高さに変換されるんです。だからみんなで温泉卓球をして楽しいねとラリーを続ける分には、この弾まなさが最高のアシストになる。これがレジャー用ラケットの存在意義であり、隠された光の部分なんです。ただし上達を目指すプレイヤーにとってはこの影の部分、つまり自分の力で飛ばす技術が身につかないという高い壁になってしまうのですが。なるほど。レジャー用途としては飛ばないことが逆にラリーを成立させる味方になっていたんですね。でも打つ時の音についてはどうでしょう。温泉卓球って独特な音がしますよね。鋭いですね。打球音、つまり音響特性は実は人間の運動学習において極めて重要な役割を果たしています。人間はボールが当たった感触、触覚だけでなく、その時の音、聴覚を脳内で統合して、今のは良い当たりだった、今のは芯を外したという自己修正を行っているんです。へえ、耳でも打球感を感じ取っているんですね。そうです。ここで競技用ラケットとレジャー用ラケットの打球音を比較してみましょう。競技用ラケットの場合、芯スイートスポットで正確にボールを捉えると、パンとかカンといった周波数帯域が高くクリアな乾いた打球音が発生します。これは木材が高度に乾燥しており、ゴムとスポンジが理想的な反発を生み出している証拠です。まるで金属バットで公式野球ボールを完璧に捉えた時のような脳に心地よいフィードバックが返ってきます。上手い人の打球感って聞いてるだけで気持ちいいですよね。そうですよね。対してレジャー用ラケットの音はどうでしょう。カコッと、パチッと、ポコポコといった不規則でこもった低周波の音になります。これはなぜかというと、ブレードに使用されている安価な合板の密度がバラバラであること、そしてラバーを貼り付けている接着剤の層が手作業や簡易的な機械によって不均一に分厚く塗られているためです。打球時の振動エネルギーがブレード内部で不規則に散乱し、濁った音として放出されている証拠なんですね。ポコポコした音。言われてみれば温泉卓球の音そのものですね。そうなんです。沢牛スポーツのメディア記事でも触れられていますが、この不鮮明で曖昧な音響フィードバックは、プレイヤーの脳が今のスイングで正しかったのかを正確に認識するのを妨げてしまいます。その結果、打球感覚を鋭敏に研ぎ澄ます運動学習プロセスが著しく阻害されてしまう。音という一見関係なさそうな要素が、実は上達において非常に大きな影を落としているんです。パート12はルールのお話ですね。さっきエグゼクティブサマリーでも少し出てきましたが、レジャー用ラケットは公式戦で使えないというのは、どんなルールが関係しているんですか？ここからは非常に厳格な競技規則の世界になります。日本国内で開催される公式な大会、中学高校の部活動の大会、市民大会、オープン戦などに使用するラケットには、グリップの底部や側面に、日本卓球協会 JTTA が公認したことを示す JTTTAA という刻印、またはレーザー翼印が鮮明に表示されていなければならないというルールがあります。JTTTAA、卓球をやっている人なら誰もが知っているあの刻印ですね。そうです。バタフライのサポート情報にあるラケットの JTTTAA マークとは何ですかという解説ページでも説明されていますが、この刻印がないラケットはどれほど高価な木材を使っていようが、どれほどプレイしやすかろうが、
公式大会のラケット検査において不合格となり、試合での使用を拒絶されます。でも、レジャー用ラケットにもなんか似たようなマークがついていたりしませんか？よく気づきましたね。そこが落とし穴なんです。一部の安価なレジャー用セットには、単に JTTTA とだけ書かれたステッカーが貼られていたり、独自の類似表記がなされているものがありますが、これらは公式に審査を通過したものではありません。日本卓球協会が承認した本物の刻印は、ブレードの木材部分に直接レーザー等で焼き付けられている JTTTAA、最後に A が2つつくのマークのみです。最後が AA なんですね。おもちゃのセットにはこの正規の焼き印は入っていません。桜井貿易のカルフレックスや川瀬のカイザーといったレジャー用ラケットには、この公式な刻印は一切施されていません。なぜなら、この公認マークを取得するためには、メーカー側が審査を受け、一定の公認料を支払い、厳格な物理的基準をクリアし続けなければならないからです。1000円台の日本セット製品にそれを適用するのは、コスト的に不可能なのは想像にましくないですよね。その JTTAA の刻印をもらうための物理的な基準って具体的にどれくらい厳しいものなんですか？これがまた驚くほど緻密に定められているんですよ。山梨県卓球協会の競技場の注意や ITTF 国際卓球連盟の用具規定によると、公認ラケットのブレードには以下のような厳格な基準があります。まず、ブレードの厚さの少なくとも 85% は天然の木でなければならないというルールがあります。15% までは木以外でもいいんですか？はい。その 15% の枠を使って特殊素材、例えばカーボン繊維やグラスファイバー、アリレートといった補強素材を木材の間に挟み込んで弾みやスイートスポットを広げるカスタマイズが行われています。ただし、これもさらに厳しい制限があり、それらの特殊素材の層はブレード総圧の 7.5% または 0.35 ミリのいずれか小さい方を超えてならないと定められているんです。 0.35 ミリ以下、紙1枚のような薄さですね。そう、極薄なんです。もしこれを少しでも超えると、そのブレードは非公認となります。また、もう一つ重要な点として、刻印の非損傷性があります。多くのプレイヤーが自分の手に馴染むように、グリップやブレードの角をヤスリで削る、カスタマイズするのですが、この削り加工の際に JTTAA の刻印の一部でも消えてしまった場合、その時点で競技使用資格を永久に喪失します。ちょっと削りすぎただけで、せっかくの公認ラケットが公式戦で使えなくなっちゃうんですか？そうなんです。それほど刻印が完全に残っていることは厳格にチェックされます。おもちゃ系のレジャー用ラケットは、こうした精密な材料の構成比率管理、木材比率 85% 以上など、や特殊素材の厚み制御を想定して作られていないため、ルール上も物理的構造上も公式戦への出場資格を満たすことは絶対にできない仕組みになっているんです。ブレードだけじゃなくて、ラバーの方にも同じように厳しいルールがあるんですよね。その通りです。ラケットの両面に貼り付けるゴムシート、つまりラバーについても ITTF 国際卓球連盟の公認マークが印字されていなければなりません。これはラバーの表面の下部、グリップに近い部分に四角い枠で囲まれた ITTF のロゴマークとメーカー固有の登録コードが明確に表示されている必要があります。よく見ると競技用のラバーの下の方にメーカー名と一緒に四角いマークが刻印されていますね。それです。公式大会の審判はラケット検査の際にその ITTF マークがしっかりと視認できるか、劣化や摩耗で消えかかっていないかを厳しくチェックします。しかし、レジャー用の日本セットに入られている製品に貼られているのは、ほとんどが非公認の簡易な合成ゴムシートです。このマークがついていないため、ラバーの観点からも公式試合の検査を通過することは絶対にできません。でも、専門メーカーが作っている張り上がりラケットはどうなんですか？例えば、さっきの比較表にあったバタフライのステイヤー1500とか。ここが専門メーカーの維持と品質の見せ所です。バタフライのステイヤー1500、約3300円などは、安価な張り上がり品、ラバー交換不可の完成品でありながら、ブレードには JTTAA の公式刻印がしっかりと入っており、さらに貼られているラバーも ITTF 公認ラバーを標準装備しています。素晴らしい。つまり、3000円台の張り上がりラケットであれば、買ったその足で公式大会の会場に向かって、そのまま試合に出場できるということですね。まさにその通りです。ここに、一般スポーツブランドや音楽メーカーが手掛ける1000円台のレジャー用音楽扱いと卓球専門メーカーが提供する3000台の初心者エントリー用競技用既製品との間の越えられない決定的な境界線が存在するわけです。競技ルールへの適合性の違い、本当によくわかりました。では次に、ラケットを使い続けた時の寿命やメンテナンスについて詳しく教えてください。はい。卓球用具は非常にデリケートで、
特にラバーは使用頻度にかかわらず時間とともに劣化していく、いわゆる生物です。日卓の技術資料ラバーの劣化特性及び交換周期80時間基準によると、競技用のラバーは毎日 2,3 時間の練習を行う場合、約80時間の使用、約 1,2 ヶ月でゴム分子が空気中の酸素や紫外線によって酸化し、弾性と摩擦力が大幅に低下するとされています。たったの 1,2 ヶ月で寿命が来ちゃうんですか？そうなんです。プロや毎日練習する学生プレイヤーはそのペースでラバーを張り替えています。劣化したラバーをそのまま放置すると、表面がツルツルに光を反射するようになり、摩擦力が完全になくなってしまいます。競技用ラケットであれば、劣化したラバーをきれいに剥がして、新しいラバーを水溶性接着剤で貼り直すことで、ブレード自体は数年間にわたって愛用し続けることができますよね。そうですよね。ラバーだけ交換するのが当たり前だと思っていました。でもレジャー用ラケットだと。はい。レジャー用ラケットはラバー張り替えができない構造になっています。製造コストを極限まで抑えるため、ブレードとゴムシートが水溶性ではなく強力な産業用有機溶剤系の接着剤で半永久的に固着されています。そのためラバーの摩擦寿命が来たらイコールラケット自体の物理的寿命、使い捨てとなってしまうんです。使い捨て。たとえ週に1回数十分しか遊ばないライトな仕様だったとしても、ゴムの自然酸化は止まりませんから、半年から1年も経てばツルツルの回転が全くかからない板になっちゃうんですね。そうなんです。そして一度劣化したラバーは二度と元の性能には戻りません。メンテナンスによって復活させることもできないため、ただラリーを楽しむだけの寿命もそこで尽きてしまうというのがレジャー用ラケットの隠れた大きな制約なんですね。消耗品といえば、レジャー用の2本組セットに最初からついている卓球ボールはどうなんでしょう。あれもセットだから便利ですけど。その同梱されているボールについても、実は競技用の公式球とは材料工学的、そして成形精度において驚くほどの品質差があります。日卓のニュースリリースなどを見ても、公式戦で使用されるボールは3スターと呼ばれる最高の品質基準をクリアした公認球です。これは非常に厳しいテストをクリアして完璧な球体に近い新球度を持っています。確かに3スターのボールは綺麗にまっすぐ弾みますよね。はい。対して100円均一ショップや安価なレジャーセットに同梱されている簡易ボールは新球度が極めて低いです。なぜかというと、プラスチックやセルロイドの成形金型の接合精度が低いため、球体の半分と半分を接濁した継ぎ目の厚みが不均一になりがちだからです。この結果、ボールの重心が偏り、第2バウンドした瞬間に予想もしない方向へ変化するイレギュラーバウンドを頻発させます。あれ？今の変なバウンドしなかったっていうのは自分の技術のせいじゃなくて、ボール自体の歪みのせいだった可能性があるんですね。大いにあります。さらに深刻なのが耐久性の低さです。安価なレジャーボールはシェルの厚みが均一でないため、少し強い力でスマッシュを打ったり、冬場の気温が低い体育館などでプレイすると打球衝撃に耐えきれずに一瞬でペコッとへこんでしまったり、パカッと真っ二つに割れてしまいます。そうそう、よく割れてセロハンテープで留めようとしてさらに変なバウンドになるやつですね。それレジャー卓球あるあるですね。でもそんな歪んだボールと壊れやすい素材では安定したラリーの感覚をつかむことなんて到底できない。用具の不安定さがプレイヤーの上達をさらに難しくしている要因になっているんです。レジャー用ラケットが劣化したら、自分でラバーを無理やり剥がして新しい競技用ラバーを貼っちゃえばいいんじゃないって考える人もいそうですが、それはできないんですか？それは絶対にやめた方がいい。材料工学的に極めてハイリスクな暴挙です。沢球スポーツの卓球ラバー接着剤の代用品おすすめ5選でも警告されていますが、まずレジャー用ラケットの強固な接着剤は木材の繊維の奥深くまで浸透しています。これを力任せに剥がそうとすると、ブレードの奪い板、表面の薄い木材層がバリバリと一緒に引きちぎられ、打球面がボカボカに落ちない、没してしまいます。うわぁ、板自体が破壊されてしまうんだ。そうです。さらに部分的に剥がれかけたレジャー用ラバーを補修しようとして市販の瞬間接着剤シアノアクリレート系を絶対に使用してはなりません。瞬間接着剤って何でもくっつくから便利じゃないですか。なぜダメなんですか？瞬間接着剤は硬化する際に極めて高い化学反応熱を発生させます。この熱と化学作用によってラバーのスポンジやゴム、そしてブレードの木材を化学的に融解変性させてしまうんです。また固まった後の接着面がガラスのようにカチカチに硬化するため、打球時にラケットが持っていた固有のしなりや打球感が完全に失われ、二度と使い物にならない死んだ板になってしまいます。熱で溶けてしかもカチカチになっちゃう。それは最悪ですね。じゃあ
どうしても剥がれたラバーを緊急で止めたいときはどうすればいいんですか？サバキュースポートの記事にある応急処置としては、水溶性の木工用ボンド、酢酸ビニル樹脂系やでんぷんのり、大和のり等、あるいは工作用の薄手の両面テープなどが暫定的な代用品として挙げられています。しかし、これらもあくまで一時的な気休めです。木工用ボンドは膜が厚くなりすぎて打球の振動を大きく減衰させ、両面テープは重要バランスを不自然に変えてしまいます。結局のところ、レジャー用ラケットはカスタマイズや修理を一切受け付けない不可逆的な消耗品として設計されていることを忘れてはなりません。ここからは最も深刻なスポーツ学士科学から見た悪影響についてですね。レジャー用ラケットを使っていると身体のフォームがおかしくなってしまうというのは本当ですか？はい、これが今回レポートの中で最も警鐘を鳴らしている部分であり、科学的に証明されている最も恐ろしいリスクです。専門メディアのテルクラブにおけるラケット選定の解説でも触れられていますが、人間の小脳は目の前で起きた結果、ボールがコートに入るか入らないかに対して無意識のうちに運動指令を調整、キャリブレーションする機能を持っています。脳が自動的に入るようにスイングを修正してくれるわけですね。そうです。では、これまで説明してきた回転がかからず、かつ前に全く弾まないレジャー用ラケットを渡されたとき、人間の身体はどう適応しようとするでしょうか？弾まないから思いっきり強く上に向かって打とうとするのかな？大正解。ボールが自動的に弾まないため、プレイヤーは無意識のうちにボールの下をすくい上げて力任せに前方へ押し出すというバイオメカニクス、生態力学的に著しく不効率なスイング、いわゆるすくい上げフォームを形成してしまいます。本来の現代卓球のドライブフォームは、ラケット面を前傾させて、かぶせて、ボールの上部を擦るようにコンパクトに振り抜きます。しかし、レジャー用ラバーでこれを行うと、摩擦が全くないためにボールが滑って、すべて自分のコートやネットに直撃するミスになりますよね。あ、そうか。正しいフォームで打とうとすると、ラケットの性能が低すぎて絶対にミスになっちゃうんだ。だからミスを避けるために脳があえて間違ったすくい上げるスイングを選択してしまうんですね。その通り、これが代償運動と呼ばれるものです。このすくい上げる、手首をこねるような不自然なスイングが正しい運動パターンとして小脳レベルで固定化、マッスルメモリとして定着してしまうんです。そして数ヶ月後、もっと上手くなりたいと思って競技用ラケットに持ち替えた時、何が起きるか。今はめちゃくちゃ弾むし、回転もかかる競技用ラケットですくい上げスイングをしたらボールが大暴走しちゃいませんか？その通りです。すべての打球が天井に向かって飛んでいくような大オーバーミスになります。そこから染みついた間違ったフォームを脳から消去し、正しいフォームを一から覚え直すためには、最初から競技用で練習していた場合の数倍から数十倍のキャリブレーションコスト、修正のための時間と努力が必要になってしまうんです。これこそがスポーツ学士科学から見たレジャー用ラケット最大の罪と言えるでしょう。代償運動の定着、本当に怖いですね。安いからとりあえずこれでという選択が将来のプレイヤーとしての可能性を奪ってしまっていたかもしれないなんて。では、私たちはどうやって自分に合った用具を選べばいいんでしょうか？はい。分析レポートの結論として提示されている意思決定推奨マトリクスをもとに、ユーザーの目的と予算に応じた最適解を整理してみました。これを参考にすれば絶対に後悔しない選択ができます。まず、ターゲット層を3つに分類します。1、レクリエーション層、ファミリー、合宿、年に数回の余興用途。最適な選択、非専門メーカーの日本組レジャーセット、カイザ KW016 やカルフレックス等。予算1000円から2000円。メリット、初期投資が極めて安く、ボールやケースもついて手軽。弾まないため、狭いスペースでも低速の楽しいラリーが成立しやすい。注意点、ラバー張り替え不可。公式戦出場は 100% 不可。2、部活動入部、技術の基礎を構築したい初心クラス。最適な選択、専門メーカー製 JTTAA 公認、張り上がり品、バタフライのステイヤー1500など。予算3000円前後。メリット、ITTF 公認ラバー搭載。最低限のスピン性能と反発があり、ドライブの正しい回転感覚を安全に学べる。そのまま公式大会に出場可能。注意点、ラバーが劣化したらラケット自体を買い替える必要があります。ラバー単体交換は不可。3、本格アスリート志向。中学高校で部活を頑張る。中長期で上達したい。最適な選択、競技用プレードプラスラバーの単品組み合わせセット。
例、ビクタスのスワット基本セットなど、予算8000円から1万5000円前後。メリット、5枚合板などの高品質木材ブレードをベースに、劣化したらラバーのみを2、3ヶ月周期で容易に張り替え可能。現代卓球のトップレベルに必要な回転技術を完璧に習得可能。結果的に長く使えてコスパが良い。注意点、初期投資がやや高め、専門店などでのラバー張りメンテナンスが必要。なるほど。こうやってマトリックスで見ると、自分がどの段階にいて何を求めているかで選ぶべきものが一目崩れですね。遊ぶだけならレジャー用セットはコスパ最強の紙ツールだし、少しでも上達したい、試合に出てみたいなら、最低でも3000円クラスの JTTAA 公認張り上がりを選ぶべきなんですね。その通り、用途を間違えなければ、どの用具にもそれぞれの役割があります。一番良くないのは、部活動で本気で上達したいと思っている子供に、親が最初は安いのでいいでしょうと1000円のレジャー用を買い与えてしまうパターンです。これは結果的にお子さんの上達を妨げ、時間を無駄にしてしまう原因になるので、ぜひこのマトリックスを参考にして判断していただきたいですね。ケンジさん、今回はレジャー用卓球ラケットの構造から物理、そしてスポーツ学習科学まで本当に盛りだくさんの解説をありがとうございました。こちらこそ最後まで聞いていただきありがとうございました。今回お話しした内容を改めてまとめると、レジャー用卓球ラケットは決して手抜きで作られた粗悪品というわけではなく、限られたレジャー環境において誰でも安全にラリーを続けられるように、飛ばない、回転がかからないという物理的特性を極限の低コストで実現した非常に優秀な遊戯用玩具です。はい。温泉卓球やホームパーティーでワイワイ遊ぶにはこれ以上ない最適な機材だということがよくわかりました。しかし、もし視聴者の皆様、あるいは皆様のご家族やご友人が卓球が上手くなりたい、正しいドライブでかっこいい放物線を描いてスマッシュを決めたいという熱意を少しでも持っているならば、どうか購入の段階で JTTAA の刻印が入った専門メーカーのラケットを選んであげてください。それは単なるルールの問題ではなく、未来の正しいフォーム、そして卓球というスポーツの本質的な楽しさ、回転を操る快感に出会うための最も大切な初期投資なんです。道具が身体のフォームを作るというのは、今回の解説で最も心に刺さりました。最初のラケット選び、本当に大切にしたいですね。今回の動画が視聴者の皆様の快適な卓球ライフと失敗しない用具選びの参考になれば幸いです。これからもこのように科学的、客観的な視点からスポーツギアの真実をどんどん解き明かしていきますので、ぜひ楽しみにしていてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。